こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は、星野和義の愛弟子、萩原明のキャリアと1986年スポーツランドスゴーテスト走行事故について解説するぜ。このチャンネルではできる限り、3D の再現 VTR を使って、当時の状況をわかりやすくお伝えしています。ゆっくりしていってね。日本人レーサーでその年代だと高橋徹選手を思い出しちゃうわ。あの事故は1983年だったわね確か。高橋徹は強烈だったな。22歳で国内最高峰の全日本 F2 選手権に駆け上がって、初戦でいきなり準優勝だったな。萩原明も本当に将来が楽しみな、若手で最も光っていた選手だったんだ。また、萩原明と共に歴史をスタートさせたレイトンハウスは萩原明を語る上で欠かせないレーシングチームだ。これから一緒に解説していくぜ。頼むわね。明は1956年7月21日生まれ、神奈川県出身だ。最初のエピソードは14歳の時。父親のクラウンをこっそり運転してレーサーに憧れを持ったそうだ。っていうか MT 車でしょ？よく発進して車庫から出せたわね。すごい。感心するなよ。以降も車を運転したい衝動は止まらない。18歳になるまで待てず、運転したい一心で暴走族に入る。そんな理由で入る人いるのね。18歳で自動車免許を取るとスポーツカーで箱根の峠道をひたすら走り回った。公道では負け知らずだった。高校を出ると東海大学体育学部社会体育学科に入学。教職員免許を取ろうと中学での教育実習などを真面目にこなしていた。あれ？レーサーは？大学の在学中にレースデビューした。1977年7月24日の富士500キロだ。いきなり500キロの耐久レース？ああ。レースは初めてだがマシンは走り慣れた日産サニーだ。アキラのエントリーした TS クラスは市販車がベースだから勝つかどうかは腕次第だ。このレース、アキラは自信があった。しかしライバルは悠々とアキラをかわしていく。公道で培った技術はまるで通用しなかったんだ。結局アキラは29周目でリタイアとなった。なおこのレースは混走だった。トップのクラスはフォーミュラカー。このレースでアキラは星野和義と一緒に走った。将来の師匠と走ってたのね。でもツーリングカーとフォーミュラカーが一緒って、なんか速度差すごそうで怖いわね。翌1978年は筑波や鈴鹿にも遠征。マシンもセルフチューンを卒業しトリーレーシングがチューンしたトリーサニーで走る。初優勝は9月24日、富士フレッシュマンシリーズだった。初優勝おめでとう。マシンが強化されて活動の幅も広がった年だったのね。翌年も進撃は続く。TS クラスとはいえ筑波で1勝、富士で2勝を飾った。そしてこの1979年、アキラは運命的な出会いを果たす。横浜タイヤとスポンサー契約できたんだが、そのつてで東名自動車がチューンする東名サニーに乗る。すると東名自動車のレーサー、高橋健二と知り合いになる。そして高橋健二のつてで星野和義と会い、親交を深め、なんとアキラは星野に弟子入りできることになった。最強のレーサーが師匠についたのね。ただ星野は積極的に技術を伝えることはしなかった。見て覚えろ、好きに盗めというスタイルだったようだ。なお東名自動車はローホのレーシングチームで、1968年に鈴木誠一氏が設立したチームだ。1974年の大事故で他界した、生産ね。アキラは当然のようにサニーで TS クラスにデビューしたが、1970年に発売されたサニーは当初レーシングマシンとしては見向きもされず、TS クラスで1台も走っていなかった。誠一氏はサニーの力を見抜き、自身がサニーで優勝してみせ、今日のサニーで溢れる TS クラスの勢力図を作ったんだ。マシンの性能を見抜く目を持っていた人だったのね。1980年、いよいよアキラはフォーミュラカーデビューを果たす。杉本タイヤマーチ793で全日本 F3 選手権にフル参戦した。5月3日の第3戦、富士で3位。F3 では初となる表彰台獲得。9月7日の第6戦、やはり富士で初ポールポジション獲得。3位。最終的に総合で4位の成績だった。ホームコースの富士はやっぱり強いのね。いきなり総合4位だなんてすごいわ。来年は、目指せ優勝ね。1981年もアキラは全日本 F3 選手権にフルエントリー。マシンは同じマーチ793、今年はアドバン東名から出場した。フォーミュラカー2年目。アキラはオフシーズンの間に初年度の課題を克服し、レースを完全に掌握していた。圧倒的な速さ。全8戦でポールポジションを5回も獲得した。初優勝は3月22日の第2戦、筑波だ。結局この年、表彰台には6回登壇し、うち3回優勝できた。年間チャンピオンは総合力の差で中子治。アキラは惜しくも総合2位だった。
1982年はいよいよ最上位カテゴリにステップアップ。全日本フォーミュラパシフィック選手権だ。とは言っても全日本 F2 選手権が人気でフォーミュラパシフィックは消滅しかけていた。秋から F2 に照準を合わせ直し、9月26日に鈴鹿サーキットでデビュー戦を戦った。結果はなんと8位入賞。最上位カテゴリでもアキラの走りはまさに光った。1977年のレースデビューから5年目ね。とうとうここまで来たのね。もう国内レースでここより上はない。1983年は活動の幅を横に広げた。師匠の星野和義と組んで全日本耐久選手権、世界耐久選手権に出場した。チームは星野が今年作ったばかりの星野レーシングだ。世界耐久選手権の富士戦では7位に入賞し、アキラは耐久レースでも手応えを感じていた。確か耐久レースで使うグループ C カーって、エンジンに制限がなくてメーカーはやりたい放題だからどんどん高馬力で危ないマシンになっていくのよね。アキラ選手、余裕で乗りこなせてたのね。すごいわ。この年は耐久レースだけではない。富士グランチャンピオンレースにもフル参戦。安定したレース運びで最高は準優勝。総合4位だった。なお10月の最終戦、2周目に高橋徹の大事故が発生。4位で締めくくったが、非常に後味の悪いシーズンとなった。高橋選手、彗星のように現れて去ってしまったわね。アキラ選手は一気に忙しくなったわね。肝心の F2 はどうだったの？最高で6位。リタイアは少なかったが上位に食い込むこともなかった。ただこれはプライベーターとして戦うアキラの境遇を考えると驚異的な成績だ。ライバルは中島悟や松本啓治、師匠の星野和義など、チャンピオン経験者が多く、皆ワークスマシンを走らせている。アキラは経験でもマシン性能でも圧倒的に不利だったんだ。1984年も F2 選手権、耐久レース、富士グラチャンにフル参戦。成績に大きな変動はなかった。それよりこの1984年で特筆すべきは、丸翔光さんとの出会いだ。この頃アキラはレースのない日、弟の萩原誠と一緒に会社を駆け回りスポンサーを募る日々だった。弟さんもレース業界に携わっていたのね。ある時たまたま飛び込みで設立3年目の不動産会社、丸翔光さんに営業し、スポンサー契約を結ぶことができた。レースの志が社長の赤木明に伝わったんだ。赤木明もこれから会社を大きくしてライバル会社を打ち負かす気でいたから、明の境遇に共感を持ったのかもしれないな。そして1984年の富士グラチャン最終戦から丸翔光さんのロゴがマシンに入った。なぜかわからないけど漢字ってレーシングマシンと合わない気がするわね。だよな。そこで1985年からはレイトンハウスの文字を使い始めた。レイトンはイギリスの地名だが、特にゆかりはない。また丸翔光さんはレイトンハウスをブランド名として何か活動しているわけでもない。売るものがないのに名前だけ売っている状態だ。意味あるのそれ？レイトンハウスで何をやるかはこれから考えるらしい。バブル期はこのように、実るかどうかわからないがとりあえず先行投資、というのが多くあったようだ。この1985年、アキラはとにかく走った。成績も安定していた。全日本 F2 選手権は全8戦中6戦で入賞。もう表彰台は目前だ。全日本耐久選手権は星野和義、松本啓治と組んで走る。開幕戦で2位。第5戦は世界耐久選手権を兼ねた富士1000キロ。雨のレースだったが海外の強豪を抑え優勝を飾る。世界の舞台で優勝、おめでとう。また富士グラチャンの非選手権レースである東北のグランチャンピオンシリーズに出場し、スポーツランドス号でコースレコードを記録。決勝は星野和義に次ぐ準優勝。どれもいい成績を残したのね。ああ。この時29歳。高橋徹のいない今、若手の筆頭として明は確固たる地位を手にしていた。しかも今年生まれた全日本ツーリングカー選手権にもフル参戦。明は TS クラスで鍛えたキャリアがあり箱車は得意だった。初戦のスポーツランドス号では戸平健二と組んでクラス優勝するなどここでも活躍できた。スポーツランドス号が時々出てくるわね。得意のコースなのね。そしていよいよ1986年を迎えた。昨年、名前だけ付けられたレイトンハウスが動き出した。丸翔光さんは子会社をレイトンハウス株式会社に社名変更。同時にこれまでのスポンサーの立場を捨てレイトンハウスレーシングを立ち上げる。本格的にレース事業に乗り出した。また、並行してアパレル事業を展開。東京に本店をオープンさせた。レースで名前を売り、名前の入ったブランド医療の販売を加速させる狙いだ。マシンやアパレル製品には鮮やかなレイトンブルーがイメージカラーとして使用された。レイトンハウスは一気に国内レース全体に事業を広げた。F3、F2、富士グラチャン、
全日本ツーリングカー選手権、レイトンブルーのマシンがいないレースはなかった。そして、そのレイトンハウスレーシングのエースドライバーに抜擢されたのが萩原明だ。すごい、大チームのエース。レース界ではビッグニュースだ。だがたまたま同じタイミングで日本タバコ産業がキャビンレーシングを設立。世間的な話題はそっちで持ちきりだった。この1986年、明には2つ楽しみがあった。一つはもちろんレイトンハウスレーシングでの活躍だ。もう一つは世界三大レースの一つ、ルマン24時間の初出場。なんと日産ワークスがルマンに初挑戦するんだが、その挑戦1年目のドライバーとして明が抜擢されたんだ。これもすごいとんでもない大役ね。明自身、箱車の方が成績は良かった。ルマンには自信があった。しかもペアは星野和義と松本圭司。昨年も富士で世界相手に勝ったペアだ。ルマンは5月31日から6月1日。それまでは国内レースの一戦一戦を大事に戦う。そして大事故のきっかけはここから、全日本耐久選手権の開幕戦、鈴鹿500キロだ。ああ、いよいよなのね。星野、明の指定ペアは日産の新型、R86V で挑んだ。ルマンでも使用する予定のマシンだ。だが調子は決して良くなかった。4月5日の予選、星野は規定タイムを超えたがそこでマシンが不調に。明は予選を走行すらできなかった。ってことは予選落ち？本来ならそうだな。二人とも超えないといけない。だが特例として決勝当日のフリー走行でタイムを出せば決勝レースを最後尾からスタートできることになった。4月6日、朝のフリー走行。ここで致命的なトラブルが発生。マシンが突如発火したんだ。これで決勝レースを走る望みは完全に絶たれた。そこで明は急遽予定を切り替える。今度は全日本ツーリングカー選手権の仕事だ。4月26日のスポーツランドス号線までに、タイヤテストを完了させるようブリヂストンから依頼を受けていたんだ。このタイヤテストのために早速宮城県に飛んだ。4月6日の昼に鈴鹿を出て、神奈川の自宅により、夜は東京のホテルへ。そして4月7日の朝に宮城県行きの飛行機に乗った。スケジュールが多忙すぎる。しっかり休めたのかしら。4月7日、タイヤテスト。ス号にはペアドライバーの黒沢元春、レイトンハウス代表の赤木明、それに弟の誠も駆けつけた。マシンはメルセデス・ベンツ 190E2.3 だ。ノーマルは175馬力だが、グループ A カテゴリー用にチューンされたマシンは300馬力程度出ていたようだ。用意されたのは2台。3月の開幕戦、西日本サーキットで使ったマシンと、昨日ギリギリでドイツから届いたばかりの新車だ。明は新車の方のマシンに乗り込む。天候は晴れ。10時にテストがスタートした。黒沢のマシンは開幕戦で走った時のセッティングだ。ス号には合っていなかったようで、数周でキットイン。しかし部品がなく調整できなかった。テストは明に任せた。それならばと黒沢の方のマシンに赤木社長が乗り込みピットアウトする。赤木氏は素人だが、レーシングマシンを運転してみたかったんだろう。明のマシンにもトラブルがあった。突然エンジンが停止。惰性で走ってなんとかピットに変える。原因は電気系統の接触不良だったようだ。再スタート。以降の調子は良かった。明は好タイムを重ねる。サーキットにはライバル、戸平健二が乗るスカイラインもいたが、どんどん離していく。そして事故は突然起こってしまった。10時35分頃だ。現場はレインボーコーナー。コースは今のような2コーナー以降はなく、1コーナーを曲がるとすぐレインボーコーナーだ。2コーナーに差し掛かる。もう挙動がおかしい。コーナーをインカットしてしまう。そのまま直進。コーナー外側に向かう。ここで防護体の設置状況を説明しておく。途中までずっとガードレール。一部、ガードレールがなくスポンジバリアのみ。またガードレールがあって、その先はガードレールプラススポンジバリアだ。スポンジバリアのみって危なくない？その通り。マシンはスポンジバリアを貫通。土手に衝突。衝撃で発火しながら跳ね返る。ガードレールに引っかかって止まる。ああ、明選手。なお、ブレーキ痕はなく一直線にスポンジバリアに向かっていった。午前の思想は2時間を予定していた。燃料は満タンに近い。炎上というより爆発に近かったようだ。事故後、赤木社長が血相を変えてピットに戻ってくる。赤木社長から明の大事故を聞き、黒沢やメカニックが大慌てで消火器を探す。しかしサーキットには家庭用の小さな消火器しかなかった。メカニック、黒沢はすぐ現場に着き消火活動を行う。現場には最も近い3番ポストのコース係員、明のすぐ後ろを走っていた戸平が、コースにある小さな消火器ですでに消火作業に当たっている。しかしその日は強風だったこともあり、
小さな消火器の粉末はただ飛散するだけだった。消防車が来るまでアキラはマシンともども燃え続けた。29歳だった。ほんとこれからだったのに、なんてことなの。大河原署が原因を調査。結果だけ言うと運転ミスということにされた。そんなわけないでしょうが。弟の誠氏によると、ブレーキが壊れたらギアやステアリングの操作で被害を最小化するはず。ステアリングが壊れてもブレーキは踏むはず。ノーブレーキで一直線にコースアウトした動きから推測すると、ステアリングやブレーキなどが一度に壊れ兄は何もできなかったのではないか。もしくは急激な体調変化により運転できない状態になったのではないか。それぐらいしか考えられない。と話している。プロドライバーですもんね。対応できたら何かしてたはずよね。後ろを走っていた戸平選手は、1コーナーを過ぎたあたりで挙動がおかしいのが見えた。これは危ないなと思った、と話している。コースは国際規格に準拠しており法的な問題はなかった。消火器の貧弱さは気になるよな。今回は燃料タンクが大爆発してるから万全の体制でも難しかったかもしれないが、その他、医師やレスキュー隊はレースの時しか常駐しない。フリーの日に何かあれば30分以上かかる病院が頼りだ。選手たちは命がけで走っていた。アキラの通夜は4月11日に行われた。レース仲間が大勢参列した。そこには高橋徹の母親の姿もあった。4月20日には観客の前で追悼走行が行われた。レイトンブルーのマシンが3台並んで走り、アキラの旅立ちを見送った。その後、赤木社長はレース活動を継続するか苦悩する。エースドライバーを失って立て直しが困難な状況であり、何よりレースの、事故の怖さを身をもって知ってしまった。最終的にアキラの両親の希望を受け、レース活動は続いた。急遽、各レースについてアキラの代役が立てられた。タイヤテストの本番である全日本ツーリングカー選手権の代役は影山正彦。黒沢と組んで走り、結果は残念ながらシーズンの全レースリタイアだった。藤倉ちゃんは関谷正則が代役で走った。その後、1995年に関谷はマクラーレンに移籍し日本人のルマン初優勝という大偉業を成し遂げる。マクラーレンのマネージャーは元レイトンハウスの安川実。関谷と安川はレイトンハウスにいる時に知り合った。皮肉にもアキラの事故が二人を引き合わせ、ルマン優勝を導いた。ほんと皮肉すぎる。全日本耐久選手権、世界耐久選手権はアキラが抜けたままで、星野和義、中子治のペアで走った。もともと3人エントリーしていたから問題なかった。ルマン24時間レースの代役は鈴木あぐり。まだ実績が乏しいあぐりは、事故によるこの抜擢がなければ実力が認められるのは相当遅れていたかもしれない。なおレースは予選24位で日本人最高。決勝は残念ながら64周でリタイアだった。まだ他にもアキラが走るはずだったレースがある。全日本 F2 選手権の代役はイバン・カペリ。1986年シーズンは最高で準優勝。総合7位だった。これも皮肉なことだが、カペリが持っていた F1 へのコネとレイトンハウスの資金力、そして提携関係にあるマーチがたまたま F1 に進出するという偶然が全て重なり、なんとレイトンハウスは翌年、F1 へ進出する。事故がなければカペリの招集はなく、従ってこのような早期に F1 へ進出することはなかっただろう。不動産会社がレーシングチーム作って、その2年目で F1 って、そんなの可能なの？やはりトラブルは多く、完走できないレースばかりだった。チームの売却は常に検討されていたようだ。しかし1987年は6位入賞、1988、89年は2位表彰台を獲得。セナとかプロストが活躍してる時代よね。すごい。最終的に1990年にバブルが崩壊し、会社は一気に赤字転落。1991年には資金調達に奔走する赤木社長が不正融資事件への関与で逮捕されてしまう。1991年シーズン終了をもって F1 撤退。国内レースをターゲットにレース活動の場を模索するが、1992年、レイトンハウスレーシングは解散した。社長逮捕って、壮絶な最後ね。このようにアキラの事故によってチームや選手の運命は大きく変わったな。それだけアキラはレース界で重要な立ち位置にいたんだ。本当に将来が楽しみな選手だったぜ。以上、今回は萩原明のキャリアと1986年スポーツランドスゴーテスト走行事故について解説させてもらったぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。これからもモータースポーツを中心に 3D の再現 VTR 付きで解説していくので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。また見てね。